X チャンネル TV。 まあオーナー経営者として素晴らしいなと思いますけど、強気だってことですよね。そうかもしれないですね。うん、一方でキャリアさんと一緒にがっつり組むっていうのはすごく重要視しているので、それこそ株を持っていただくっていうところだったそういうりとか提案もなくはないですよね。実はいただいてたりはするもうので、35%渡しちゃった方がいいと思います。一社どっかでも。一社どっかでも、うんそうですね。どういう座組にするのかっていうところはこれから本当に超重要だと思うので、おっしゃる通り。どっかのキャリア1個と組んで、このキャリアの差別化の一つと確実にエグジットできますよ。それじゃダメなんですか。おっしゃる通り、すごくそれも確実な路線です。一社さんとしっかり組むっていうのは可能性として全然あります。一方でやっぱり日本全国の保護者の方々に届けたいっていう思いもすごくあるので、今それこそ次回の資金調達って今キャリアさんといろいろ話してはしていて、どういうふうに組むのかっていうところは話をしているので、場合によっては本当に一社さんと組んだ方がいいっていうふうになる可能性は全然あると思っています。なるほど。その長がやっぱりやる気を持っていただけるっていうのはもうおっしゃる通りだと思うので。山本さん、今回はじゃあノットオファー。今のところちょっときついですね。今回のその山本さんのお話とかやる場合はオファーの可能性があるんですか？そうですね。キャリアとの連携という文脈だと、今、安心フィルター、外部のはい店頭さんにしてるわけですよね。今、安心フィルターで無料で今提供してるんですよ、店頭で。MVMO 事業者さんとか有料だったりするんですけど、基本的に無料で提供していて、で一方でキャリアさんはそれお金を支払っているっていう中で、全くマイナスしか出てないんですよ。絶対国のルールで、絶対に説明しなきゃいけないんですよ、法律で、親御さんには。時間ももったいないし、お金ももったいないという中で、我々って安心フィルターと似たようなものっていうのも作ること全然できるので、ホワイトラベルでキャリアさんのものとして作るっていうのは全然あって、かつそこからアップセルで子供はもう有料プランとかを買ってもらうっていうのは、これからやっていきたいと思っていますね。予定しているというか、やっていきたいというところで今先ほど宋さんが言った通り、スマホを持ってる子供に後から親が取り上げてアプリを加えるよりは、新しい機種なのか初めて持つときにもうデポで入れちゃった方がいいと思うんですよね。顧客とのタッチポイントが、オンラインよりは多分ショップの方がまだ多いと思うんで、バッと取っちゃうのが一番早いかなと思いますね。携帯作っちゃうっていう、なんかメーカーと組んでってぐらいでも、SNS の文脈だったらめっちゃお手伝いできるし、すごい企画考えついてるんですけど、今本さんの今おっしゃったやつがいけちゃったら、そもそも SNS も必要ないなって思ってる。いや、僕でもオファーしないんで。なるほど、はい、ですよね。SNS でのお手伝いだったらできるかなと思ってて、今回のこれ考えた理由も SNS での事件が大きいからみたいなことをおっしゃってたじゃないですか。ショート動画で子供が巻き込まれた事件に特化したアカウントとか出したら結構伸びると思って、さっきちょっと調べたんですよ。なかったんですよ。事件系の動画伸びるんですけど、キャッチフレーズめっちゃ強いの作れるんですよ。何々でされたみたいな強いワード使えるんで、最初の2秒をクリアすると最後まで動画見る人多いんで、子供に特化したやつも絶対伸びるんですね。これ見るの誰だろうって考えた時に、絶対子供持ってる親なんですよ。子供は見ないし、子供持ってない若い人も多分そんな見ないと思うんだけど、子供持ってる親はめちゃくちゃ見るんですよ。子供持ってる親がたくさん見ると、どんどん子供持ってる親にばっか届くような仕組みになるんで、これをちゃんと作れるんであれば伸びるなと思うし、現時点でスマホから SNS で見てるから、SNS やばいっていう、より直感的に感じれると思ったんで、そういうアカウントを、もし、ご希望であれば一緒に作れるなっていうふうに思ったって感じです。もうちょっと詰めないと伸びないと思うんで、そこのお手伝いできるかなと思ってて、コンサル契約して月額10万円みたいな形だったらいけるなと思います。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。広告運用の方、まず今いくら予算使ってるか金額って教えてもらえます？予算として出せるのは全然出せますね。正直 SNS 運用が僕はそのキャリアとの提携を超える成果を出せる気がしなくて、間違いない。そこの提案ちょっといいかなと思ってた部分があって、広告運用今予算使ってるじゃないですか。そこの切り替えで予算は同じで大丈夫です。プラスで SNS のコンサルもしますっていう形だったらオファーできます。今と予算変わらないっていう形で、こっちも広告運用のプロがいるので、その形ならオファーできるかなっていう感じです。ありがとうございます。SNS 運用を絶対超えられないんですけど、ここで親が認知してたことによってのコンバージョン上がりますよね、多分ね。キャリアとの提携っていうのってもうそもそも入ってるとかっていうところなので、果たして認知がどれだけ役に立つのかなっていうのが僕は疑問だなって。おっしゃる通り、キャリアさんはすごく重要なんですけど、例えば子供にスマホ最初買うときってまだ子供に LINE うちやってないからみたいな、うちの子供まだ LINE やらせないからみたいなところでいらないっていうふうになる方も、いずれ絶対 LINE とかお子さんやれるときにやっぱり課題感が出てくるっていうのは全然ケースとしてはあり得るので、中学生になったタイミングで買っていただくってパターンもあったりするっていう中で、マーケティングは一定重要性はあるかなというふうに私としては捉えてます。
富田さんにお伺いしたいんですけど、売り上げを伸ばしたいと子供を守りたいのとどっちが強いんですか？両立して初めて良い事業というか社会企業だと思っているので、大きいスケールで事業性と、社会課題の解決っていうのを両立させることが最も重要だと思っているので、これはどっちが大事とかはないです。例えば楽天でもソフトバンクでもいい、どっかのキャリアから独占でやらせてくれと言ったら断られるってことですね、今は。いや、条件次第です、それは本当に。嘘でもぜひそれでもお願いします、その代わりコミットしてくださいって言ってれば絶対どっかが入ってきてやると思いますよね。キャリアも今差別化つけれなくて困ってるんですよ。これなんかキラーコンテンツになるかなと思ってて、小学生とか中学生の時のファースト形態が例えば楽天だったらずっと残る可能性あるじゃないですか。はい、おっしゃる通りですね。キャリア A 社が御社の株の例えば 3,4 割持っちゃった。である程度頭打ちになったらその持ち分の株式の価値を上げるためにマルチキャリアやらせてくださいと。そこも経済合理性があるからいいよって言ってくれると思う。契約をうまく作ってすごい面白いですね、確かに。おっしゃる通り、それは確かにすごくいい流れかもしれない。何兆円企業にやる気になってもらったらあなた寝てるだけで儲かるから全部自分でやりたいんだよね、若いうちはね。無茶したいです。自社ブランドでねユニバーサルでね。そうなるとあいつ何十億も何百億もやってるベンチャーがあるぞって言って、そのキャリアにいる頭いい連中もあれパクろうぜっつってもう脅威がドドドってできちゃう。そうするともう会社が続かなくなっちゃったりするから、弱くなって安い価格で売却とか言ったら一番損するじゃないですか。しっかり大きくスケールしないと意味がないと思っているので、スケールするためにやっぱり最良の選択肢が一社さんとがっつり組むってことっていうふうに意思決定になる可能性は全然あると思いますね。オリジナルブランドを継続すると携帯キャリアによる模倣が進み、独占性が低下する恐れがある。その結果、後に会社や事業を売却する際、サービス自体の価値がすでに下落している状態での取引となり、最終的に損失を被る可能性を示唆。あとは現場の方にやる気を持っていただかないと、すごいご存知だと思うんですけど、上に言われても現場の方がよし売るぞってなんないとやっぱり売れないっていう部分って一定あると思うんですね。一部の店舗で始まっててそれをやっぱり見ているんです。売れる方ってすごい売れるんですよ、やっぱり。アプリだから1ユーザーあたりのその本当の原価ってそんなないと思うんですよ。ユーザーが1人増えたからといって、はい、おっしゃる通りです。はい、年間何万円も管理コストかかんないと思う。案外初年度全部渡しちゃうとか2年分全部渡しちゃう覚悟で還元率を上げとけば獲得のインセンティブになるので、キャッシュをもうキャリアに出させてもいいかもしれないですね。キャリアにレベリューシェアで半分持ってけと言えばキャリアも獲得したいので、彼らが数ヶ月後先に販売員に販売店とかに渡すってやると思うんで。最終決定、意思決定キャリアさんがやられるので、意思決定私たちでコントロールできない部分もあるんですけど、おっしゃる通りそこをしっかりキャリアさんにもぜひちょっと店舗にもっと下ろしてください。こういう系のサービスで10年前に流行ったけど今ないのばっかりだから本当に10年持たないと思いますよ。なるほど。そう思ってて持てばラッキーぐらい最大の利益を勝ち取る方が優秀そうなんで、まだまだいろいろでかいことできる。調達の部分で課題っておっしゃったと思うんですけど、人が足りないのか、あとは人脈みたいなところでパイプが欲しいのか、それともマネタイズポイントをもっと増やして事業計画を膨らませたいとか、そういった悩みってどれになりますか？全方面においてまだまだやらなきゃいけないことがあると思っています。どういった攻め方をするべきなのか、例えばどの国に行くべきなのか、じゃあその次にとか、日本ってやった時にもじゃあキャリアをどんぐらいどことキャリア組むのかもそうですし、戦略の部分もそうですし、それを考えるための人脈もそうですよね。どこの媒体で何をするんですかみたいなところもやっぱりまだふわっとしてる部分があるんですよ。いいものを作りましたでみんな応援してくれてますっていう状態なんですけど、ここから本当にどうやっていくかっていうところのグロースのための戦術と理論と人脈とかそういったところがまだまだもっと改善点があるなとは思ってますね。今調達に行ったことだと思うんですけど、これでシリーズ A が終わったとかそれぐらい。シードが終わったってシードが終わったんですか？そしたら、オファーさせていただきたい内容としては、自分で今税理士事務所、税理士法人を今やっているんですけれども、そちらでいろんなスタートアップさんの例えばアメリカ進出だとかを今支援してるんですね。国の選定だとか、あとはじゃあどこに行くのかが決まった時の、じゃあ具体的にどういうロジックで会社を出していくのかっていうところのコンサルは一緒にできるかなと思ってます。金額としては外部からの CFO 派遣みたいなコモンサービスっていう取り扱いで月額10万円からで、最低縛り操作と同じで3ヶ月でさせていただければと思います。それでは最終決断をお願いいたします。
4名のオフィサーからのオファー、果たしてどのオファーを受けるのか。ど素人ホテルさんでお願いします。はい。理由の方をお伺いします。私たちの会社の今の直近の課題に対して足りてない部分を補っていただけるんじゃないかなっていう補完性の部分がすごく高いなと感じたためですね。はい。一番足りてないところ、僕一番得意なところだと思うんで、力になれる自信はありますので、よろしくお願いします。お願いします。オファー他にもいただいたと思うので、選ばれなかった理由をいただいてもいいでしょうか。宋さんはすごくいいオファーだなと思ったんですけど、もう少しお話をした上で、具体的にどういったご支援をいただけるかっていうところをさらに聞きたいなっていうふうに思ったっていうところで、ちょっとまだ意思決定には早いかなと思いました。宋さんとも近いんですけど、具体的にどういったご能力を生かしていただけるかっていうところが、ちょっとまだ見えなかったっていうところで、もう少しちょっとお話をこれから聞いてから意思決定したいかなっていうような感じの印象を受けました。甲斐さんに関してはすごく本当に心強いオファーだなと思ってたんですけれども、まだ我々としてはまだシードのスタートアップなので、もうちょっと先のステージなのかなっていうところで、私たちには早いかなっていうところで、時間経ってからちょっとご相談させていただきたいなというふうに感じました。はい。ぜひよろしくお願いします。はい。キャリアとの提携一番強いと思ったんですけど、 SNS でバズってた方が売る人も売りやすいと思うんですね。実はこの SNS でバズっててっていう風に言えるから、そこがまず強いなと思ったのと、買う側の方もキャリアと契約するときっていろんな意味わかんないのめっちゃ追加されたりするパターンあるじゃないですか。あれ大体イメージ悪いんですよ。 SNS で見たことあるなって思えるだけでなんか制約率とかすごい上がるんじゃないかなと思ったんで、 SNS での支援は結構今回相性いいんじゃないかなっていう風に思いました。インテルもまさにそうですよね、バンバン CM 打ってたから、直接は顧客を獲得しないけど、聞いた中では完成度高いな。めっちゃ高かったですね。携帯電話の販売店の人が「携帯いかがですか?」じゃなくて「お子さんの守らなくていいんですか?」みたいなこと言うと売れちゃうんじゃないかなと思って、これは面白いなと、なんで番組出てきたんだろうと思っちゃいました。随分自分たちでやれてることがあるのかなと。こっちが手助けしなくてももう伸びてそう感は多分自信があるんだよ、正直。宣伝も含めて出てきてるっていう感じかもしれない。冷静に多分それはめっちゃあると思います。他の多分 YouTube 媒体も出てらっしゃるようなお見受けしたので、多分 2,3 年後誰もが知るような会社になる可能性はある。セキュリティ領域って結構やっぱ難しいなっていうのが、前職ハンファでもその太陽光とか蓄電池みたいな防災の目的で売る場合が一番ハードル高いんですよ。なるほど。電気が節約されますが一番日本的には刺さるんですけど、どうせ大丈夫だろうみたいな。危機が迫ってないんで、だからこういうのも子供の危機が迫ってるって思えないとなかなか導入難しいだろうな。アメリカと南アフリカ売れてるんで、多分それは絶対あると思う。10年後スマホなくなると僕思ってるんですよ。LINE とかも変わると思うし、もっとボイス中心になったりパーソナルエージェントができて Google みたいな検索も使わないかなと。ゆっくり自前主義でだけで絵を描いてる、そのうちに技術革新とかトレンドが変わって稼ぐ前に終わっちゃうみたいな、ずっと僕見てきてるんで。今回の相談はいかがでしたでしょうか。すごく魅力的なオファーをいっぱいいただけて、すごく参加してよかったなと思いました。はい。ありがとうございます。オフィサーの方々の印象とかございますか。すごくオーラがありましたし、きっと伸びると思うよみたいな言葉もかけていただいて、すごく参加してよかったなと思いましたし、はい、皆さんすごく短い時間だったんですけど、事業理解を深くしていただいてよかったです。はい。今回ど素人ホテルさんと、相談成立というところで、今後のビジョンを伺ってこれから1年間とかでユーザー数をぐっと増やしていきたいなというところなので、バズらせに行くといいますか、ど素人ホテルさんの知見とかを活用しながらどんどんリーチ数を増やしていって、社会課題を大きくスケールしながら解決していくというところをやっていければなと、はい、思ってます。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい。FRP という強化繊維プラスチックっていうものをもえなくしようとした会社であります。大手のテーマパークや大手の重機メーカーも、例えば100億単位のありとあらゆる会社からオファーが来てたんです。トヨタとか来そうですよね。どころじゃない、もっとどころじゃない。もう60歳になったらお金じゃないので、火災で亡くなることをゼロっていうのを目標にするわけですけども、まずは身の丈にあって月何千万かのビジネスやりたい。でも将来は地球全体から火事をなくしたい。そのギャップがあるじゃないですか。ゆっくりやっていくと何百年もかかるイメージがあって、5分経ったらオファータイムが終了します。でなければどうか